こんにちは。4G 初めから攻略パート48です。前回は2つ目の USJ コラボ装備であるスターナイトソードを作成しました。今回はコラボ系からはちょっと離れるよ。普通に新しいモンスと戦っていく。例によって新規泣かせな要素になります。張り切っていきましょう。さあ、それじゃあ最初のクエスト行こう。タイトルは白銀の王者よ、頂に眠れ、だ。G 級のリオレウス希少種クエストになりますね。場所は上位と変わらずの塔の頂です。ステータスとかも特に強化されていない、いわゆる通常の個体となります。変わったのは、やっぱイベクエってところかな。G 級ニンレウス、イベクエ限定モンスターだよ。タラと違って希少種だから、イベクエ限定ってのはまだ納得できるとこはあるが。それでも上位個体は普通に出てきますからね。なんで G 級だけってのは思います。このせいで多くの下流武器は最終強化ができません。優秀な非属性武器が多いので残念です。下流武器は物理と属性がバランスよく高いからな。軒並み優秀なんだよね。まあ、非属性は他の系統がある武器種が多いけどね。下流以外だと大体は属性特化になるかな。終盤環境だと属性特化が生きることもありますけどね。選択肢が多いに越したことはないです。さあ、では狩猟に入っていきましょうか。今回は小耳をつけたクーネで来ています。最初に競争薬 G も飲んでるよ。チャークで銀やるならあると快適。こいつガードとか GP の機会かなり多いからね。スタミナどんどん減るんだよ。ヒアラレの解除でもコロコロしますからね。ないと結構困るかも。上位より空中の攻めが激しいからね。どっしり構えてさばくのが重要だ。なんならガードでエネ貯めるくらいの勢いだよ。攻撃チャンス少ないからね。チャークだとノウトウも遅いですからね。おいそれと先行にも移行できません。シュレッドブレス一撃で半分減ってるね。ヒアラレもあって普通にしんどい。この装備一応非耐性プラスではあるんだが、やっぱり攻撃力すごいな。アイテムが使いづらいのでとっさの回復も難しいです。なるべく大技は食らわないよういきましょう。食らったら食らったでノウトウタイミングをかなり慎重に見極めないといけません。本当にすごい猛攻だ。息をつく暇も与えてくれない。で、これは G 級の追加モーションですね。毒爪、チャージブレスのコンボです。確定行動でチャンスではあるんですが、反撃ミスってますね。もうちょい近距離でブレス受けないといけないんだが、シンプルに久々で腕がなまってるね。昔は結構練習してたんだけどな。ナバルレガリア担いでさ。銀は普通に頭壊して解放を入れるのがいいんですよね。参考の TA 動画をたくさん見てた覚えがあります。そういや、もうハンターランクもとっくに90超えてるし、ナバル武器作れますね。確かに強力な武器ではあるが、今更作っても感はちょっとあるな。4G 外はブイブイ言わせてましたけど、4G になってちょっとしんどくなりましたね。ナバル自体はしっかり強いステータスなんですが、他に強力なチャークが出てきちゃいました。火力なら食うね、汎用性なら混沌武器があるしね。微妙な切れ味とスロットゼロが痛いな。4G はシンプルに水属性が必要な時に担がれてるね。そういう意味ではあるべきところに落ち着いたかな。4はチャーク自体がかなりしんどかったから、そもそもいびつな環境でしたね。4のチャークはベータ版だと思ってるよ。盾強化がないって考えられん。それに盾付きもありませんからね。今使ったら違和感すごそう。片や同じく新武器の総中根は最初からブレずに最強でした。根は絶対弱体化されると思ってたよ。蓋開けたらほぼ調整なしでビビったけどさ。つうかエキス延長の分強化されてるよな。マジの黄金時代だね。チャークはよくここまで上がってきましたよね。4G の調整は何一つ不満がありません。この時の調整が今のチャーク人気を支えてるからね。この強化はなかったけど、逆に 4G の調整が完成されすぎてて、後の世代で調整に困ってる感すらある。ワイルズのチャークはまあまあって感じですけど、各種取り回しの悪さが気になりますね。G 級版の拡張コンテンツが来たら、めちゃくちゃしんどくなりそうな雰囲気あります。ワールドとアイスボーンの時がまさにそれだったからな。この強化前提の弱体化も痛かったけど、サンブレみたいなキビキビしたチャークがいいな。あの作品も現代に合わせた神調整だと思うよ。とりあえず直近では5月末に武器種調整が来るんでしたっけ。ここの調整は結構気になっています。果たして調湿運用は復権するのか。ここを過ぎると次の調整はだいぶ悪だろうからね。全武器種の使い手がそわそわしてそう。で、今の調湿もったいねえな。
尻尾に押されて位置がずれたか。確定コンボに反撃決めたのは良かったですが、時間と瓶を無駄にしてしまいました。切れ味も落ちてるし、一度戻りたいですね。先行でも使わないと研ぐ暇ありません。ちょっと、レウス君の行動を見よう。焦ってミスったんじゃ、シャレにならん。戻り玉は支給品の一つしか持っていませんからね。ここぞというタイミングで使いましょう。よし、ここがチャンスだ。もろもろ回復してきました。塔の頂き、すぐ戻れるのは素晴らしいです。地形自体はボコってて怪しいけど、溶岩島よりははるかにマシだね。溶岩島と違って小さめなのもいいところですね。広すぎると追いかけっこが大変なので。それに場外に行くこともありません。ルーツがいたらリサイタルしてたでしょうが。ルーツは引っ越ししてるからね。真の意味で場外は起きなくなった。それにしても、これ時間どのくらいかかるんだろう。クーネ装備は長らく更新してないんだよな。一応しにゅってはいるんですが、高耳ベースだと微妙な更新しかできませんね。やはりお守りの貧弱さが響いています。東証の発掘防具もないし。ぶっちゃけたところ、高耳が必要な相手なら、総中根で良くなっちゃってるね。手数を押し付けるならスタナイペダンでいいから、ただ取り回しが悪い運用になっちゃってる。そこなんですよね。高耳が必要で、スタンが有効な相手って少ないですし。金銀ならまだチャークを持つ意味がありますが、なくてもガードでしのぐこともできます。今回チャークを持ってるのも、半分以上は動画的な理由だからね。最近あんまりチャークを使ってなかったから、今回も持っていこうみたいな。気を抜くと全部ペダンになっちゃうんですよね。毎回同じ武器を担ぐのも飽きちゃいます。それに使ってないと腕落ちますからね。やっぱりチャークは特にそれを感じやすいです。とっさの GP とか各種攻撃の使い分けとか、状況に応じて判断しないといけないからな。感覚が腕に染みついてないと適切な使い分けはできないね。クーネは調湿ぶっぱがメイン戦法だと言っても、本当に調湿だけやってるわけじゃないですしね。瓶状況の管理に攻撃方向の見極め、気をつけることはたくさんあります。むしろ一番要求されることが多い武器だよね。運用が明確なだけに難しい。と、怒りエコーしたな。疲労回復早えな。いつの間にか競争薬切れてますね。これは飲み直した方がいいです。ワンコンボ受けただけでこのスタミナの減り。競争は推奨じゃなく必須級だねこりゃ。ガードリアクションの軽さに反して、一発でゴリッと削られちゃうんですよね。次の GP に移行するためにステップも挟みたいので、マッハで減っていきます。やべえマジで何もさせてもらえない。逃げることさえ許されないのか。チャージブレスは着弾から横方向に大きく広がります。そのため斜めに避ける必要があるんですが、近距離だとそもそも発射から着弾まで短いので、食らってしまうことが多いです。ようやく一息つけたな。薬1個飲むだけで命がけだぜ。上位より近寄ってくれるのはありがたいんだが、いざ防戦に回るとかなり厳しいな。一回吹き飛ばされると半分運ゲーになりますね。ここからは一発も食らわないつもりでいきましょう。さあ、あれから数分、10分針を超えてるよ。攻撃をさばくのはできてるんだが、なかなか効率よくダメージを与えられてないな。切れ味黄色ですね。できれば解きたいところですが。実は一度キャンプに戻った時、支給用戻り玉を取り忘れてしまいました。おかげで先行を当てる以外で解きにくくなったよ。なかなか時間くれないからな。正直、ちょっと慢心もあったでしょうね。そんな時間かからないだろうっていう。この装備、高耳に枠を割いてるせいで、火力スキルがろくに積めていません。立ち回り的に高耳自体いらんよねこれ。軽くぶっぱですぐ終わらせる方が良さそうだ。スタナイあたりが良さそうです。あれなら技物もあるし、匠も無理なく積めるし。次行くときは試してみようかね。いつになるかわからんが。おっと、ここで終わったか。B を当て切って、綺麗に終わった。切れ足が大々まで落ちました。このギザギザ久々に見ましたよ。クリアタイムは12分半でした。特に何も思わない、普通のタイムです。この装備で12分台ね。相変わらず体力は低めみたいだな。さて、それじゃあ、お決まりの装備チェックといくか。G 級のシルソル見に行くぞ。ありました。エッソル Z シリーズです。名前が長すぎて、シルバーが省略されてます。スタナイア GX ハンターほどではないが、新規泣かせの優秀な防具だね。特に需要が高いのはどうかな。主に匠不要の武器に火力を盛りたい構成に使われる。防具の SP 自体は飛び抜けてるわけではないので、
めっちゃ採用されるってほどではないですね。というか、達人以外は上位と同じスキル構成です。相当につまらないとなくても困らないでしょう。発掘防具とお守りが充実して、あと数ポイントで見切りが漏れるって時に使いたいね。けどま、単純に防御力が高いのは利点だがな。上位防具は強化するにも限界がある。ですね。このデータでもいずれしれっと装備してるかも。さて、それでは次のモンスター参りましょう。銀と来たら次はあの子です。途中からだが、会話イベント入るよ。懐かしのあのキャラが大老殿に来てる。というわけで、ミナガルデの看板娘の依頼だよ。これはエピソードクエスト第5弾の最終クエね。ざっくりとエピソードの内容をまとめますと、各拠点の看板娘であれの大きさ比べをしてます。休暇で訪れたゆくもの温泉で、誰のあれが大きいか揉め事になったとのことですが、脱がなきゃわからない女のあれとは一体何なのか、大きさをモンスターで表すほどなのか。よくわからんが、とりあえず G 級レア希少種やっていこうと思うよ。今度はスタナイペダンでいきます。非耐性スキルを入れて耐性20にしてきました。これで火やられを受けません。ダメージも大きく軽減できるでしょう。あ、そうそう。しれっと依頼されてるけど、G 級レア希少種はこのクエスト限定だよ。実装はこっちが先でしたよね。このエピクエからさらに1ヶ月後に銀が来たはずです。ちなみにこのエピクエは発売の3ヶ月後の配信です。そう考えると長いですね。やり込み勢は3ヶ月でいい発掘当てたりしてたからな。ちょっと今更感は出てたよね。G 級レイヤ希少種素材は銀に比べると需要がない。チャークは優秀な火の強属性になるが。ギルクエで有効なのはナズチくらいですからね。我々としてはあんまり待望感はありませんでした。一部、金銀両方使う武器はあるがね。正直、どれも超優秀とは言い難い。さ、では金レイヤ戦始めていきましょう。こちらも心眼があるので100人力です。まずは赤白確保して、適当にノリでも狙っちゃおうかな。せっかくのノリマスを生かしていきましょう。ジャンプ攻撃1回で乗れちゃいます。高耳もあるから攻防も全く問題なし。やはり、スタナイソ宇宙魂は快適すぎる。このゲージの進み方よ。こんだけ速いなら、ノリも十分有効と言えるな。では、ダウンスキに翼を殴っていきましょう。若干面倒な場所に倒れてますが。このダウンだけで、爆破が2回起きたね。さすがの手数だよ。属性値320、普通に優秀ですからね。さて、しかし本番はここからだ。
怒り中はかなり強敵だからね。この風圧が何より厄介です。早めに3色揃えたいところなんですが。黄色エキスの対応部位を勘違いしててね。腹とか背中ばっかり狙ってたよ。ところが、正解は翼だったらしい。これまでの傾向的に翼は白だと思うじゃん。ここ、尻尾かもって思ってますね。尻尾から赤が取れるのは珍しいです。これ、通常レイヤーもそうでしたっけ？攻略中使ってないからあやふやです。まあ、感触一致ではあるかもな。レイヤの一番の武器ってやっぱり尻尾だし。G 級金の尻尾もまあ厄介だよ。相変わらずの回り込みサマソが強すぎる。飛んでるとすごい頻度で出してきますからね。飛んだ時の脅威度は銀と変わりません。低空の女王の俗称は伊達ではありませんね。陸の女王なんてクソくらいです。あ、なんか黄色採取できたわ。ギリギリ翼の付け根に当たったのかな。どう見ても背中にめがけて飛ばしてましたが、データを見た後だともどかしいですね。ともかく、これでフルパワーです。SE がついていれば怖くありません。こいつ、総中根でも頭破壊狙うべきなのかな。思わず足と翼狙っちゃうわ。スタノイペダンはちょっと雑になるところがあります。挑戦者と爆破がどこ殴っても有効なので。それと、若干昔のノリを引きずってるところがある。翼が最大弱点だったからな。昔の金レイヤーは翼でひるみまくってたよ。鬼人斬馬で切り刻んでたのが懐かしい。初期作の金銀は翼耐久値がかなり低いんですよね。2、3発でひるみを取ることができました。狩猟地もちょうど塔のてっぺんでしたね。金銀はよく塔に出現するイメージです。おっと、叩き落とせたぞ。これぞ総中根の醍醐味よね。普通にひるみで落とせましたね。飛ばしとくと何もいいことありません。これ、尻尾切断狙っても良さそうですね。死因の大半は尻尾でしょうし。一応、先端だけは弱点だしな。それでも45しか通らないけど。いい怖すぎ。確かに、これに付き合い続けるのしんどいな。風圧、大技の黄金コンボですね。SE も攻撃を出さない限りつきません。空中回り込みの精度が異常すぎるので、フレーム回避し続けないといけませんね。とりあえず2回目のノリを取って、一方的に攻撃していこう。ミナガルでの受付長がチャチャを入れています。この方の顔アイコンも、まあ美人ですね。この方は、受付嬢の中でも少しお姉さんだそうです。初期作からいますからね。我々、PS2 の MHG 以前はリアタイできてないんだが、モンスターハンターポータブルでは毎日のようにお世話になってたね。MHP は 4G の次にプレイ時間が長いですね。初めてモンハンに触れた作品なので思い入れも深いです。あの集会所の BGM と赤い服の受付嬢、今でも鮮明に覚えています。エモさで言えば、このエピソードが一番大きいかもね。当時は本当にクエストを受けるだけだったからな。改めて、これいいシステムですよね。それぞれの思い出が蘇ります。今はダウンロード不可なのが唯一のがっかりポイントですが、それは言っても仕方ないですね。あ、尻尾切れたわ。なかなか時間かかったな。これでだいぶ楽になるはずです。なぎ払いサマソも大幅弱体化するので。とはいえ、攻撃判定自体は切れないので、回避行動を取る必要はありますが。正面が安全地帯になるのは大きいね。切れるまで生きた心地しなかったよ。ここからは手数を少し増やしても良さそうだ。15分は超えないようにしたい。金は体力多めですからね。うまく攻めても時間がかかりやすいです。やはり早めに頭を壊した方が良さそうですね。ずっと足ばかり殴ってるのもしょうもない感じしてきました。ペダンなら爆破押し付けられるしね。ノリダウンを頭に使えばよかったかな。それは今更だから殴れそうなら殴る方針でいこう。それにしても噛みつきブレスが普通に痛いですね。一応非耐性20あるんですけど。噛みつきブレス自体がかなり威力高いみたいね。攻略本によるとサマソと同じくらいあるぞ。それでいて攻撃頻度が高くて範囲が広い。地上で一番警戒すべき行動だな。尻尾切っても全然油断できませんね。地上の方は慎重に行きましょう。さて、10分針に突入してるけど、相変わらず黄色が取れなくて困ってるよ。取れないとこに飛ばしてるから当たり前なんですがね。腹に当てては首をかしげております。腹、背中、翼あたりは判定が密集しているので、取れたり取れなかったりしてますね。映像を見返しても翼に当たってそうなとこあるんだがな。白が取れてたりするんだよね。SE がつかないせいで急な着地が怖い。風圧押し付けるのやめてくれ。攻撃してたら SE くらいついても良さそうですが、さすがにそれは優遇しすぎでしょうかね。
とりあえず動かすのは怖いので、地上でも先行で固めていきます。今のは黄色が取れるのか。首に当たったようにしか見えんのだが。ギリ翼の付け根と見えなくもないです。こればかりは虫さんを信じるしかありません。おっと、そのまま終わったか。15分は超えずに済んだぞ。12分ちょいなので、銀と同じくらいでした。そこそこって感じです。さて、それじゃあ報告に戻るとしましょう。彼女たちのあれとは一体何なのでしょうか。足のタコねえ。そんなこったろうと思ってたが。脱ぐやら温泉やら匂わせた割に、なんとも色気のない話でしたね。というわけで、今回もご褒美がつきます。なんと、3人ともルームサービスとして選択可能です。一応、これで当時の受付嬢はコンプになるのかな。あんまりよくわからんけど。ポッケの受付嬢が出てないような、他のエピクエで出るんでしたっけ。ま、それはいいか。それじゃあ、解放された装備を一応見ておきますか。あった、G ルナ Z。こっちもゴールドが省略されてる。スキルの傾向は上位と変わらず、運気やら銃撃がつきます。追加されたスキルは捕獲。一応、物欲装備者は増しています。シルソルと違って、こっちは作る意味ないね。この時代に、加護をつける枠もないし。ゴルルナ装備の活躍は、アイスボーン以降に譲りますね。一方、武器はまだ強力なものがある。多分、チャークが筆頭。火の強属性の最終強化ですね。主に物理面が強化されてます。属性値は封じられし発掘の最低値に並びます。十分強力と言えるでしょう。フカムと金槌やるなら作りたいね。ナズチをわざわざチャークでやるかは置いといて。ですね。正直あんま相性良くないですし。さて、それでは今パートは締めに入りましょう。つうわけで G 級金銀にやってきたよ。重役出勤にも程があるだろう。世界観的にレアなモンスターなのはわかりますが、周回所上位には普通にいましたからね。これが DLC 扱いなのはどうなのかって改めて思いました。一応装備面ではそこまで困らないだろうね。エッソル Z 動がちょっと痛いくらいで。ですね。GX ハンターやスタナイほどのインパクトはないと思います。まあ何の慰めにもなりませんが。ほいじゃ次の動画でまたね。